はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは CCA-CRA Pro、そして KZ-ZVX Pro の2モデルです。珍しく2モデル同時にやっちゃうんだ。KZ アカウスティックさんから ZVX Pro が送られてくるのは聞いてたんだけど、開封したら CRA Pro も同梱されてて、どちらもプロバージョンでオリジナルからのアップグレード、そして 1DD モデルだから、今回はまとめてレビューってことにしたよ。目の調子もあんまり良くなくて、長時間の作業が今ちょっと無理なんで、今回も音収録はしなかったんで、ご勘弁を。作業しすぎの疲れもあるのでしょう。早く回復するといいですね。ではそれぞれの特徴を見てみましょう。CRA は3年ほど前の2022年に登場し、その数ヶ月後に CRA プラスが発売になったんだと思う。KZ の同価格帯のモデルと比べると音の明るさが特徴で、 CRA は低価格で人気モデルだったと記憶しているよ。そうでしたね。CRA Pro は発売から半年ぐらい経っているようなので、 CRA の発売からは約2年半後の登場なんですね。2年半の間に新規イヤホン沼レビューの人もいるでしょうから、これから買うならプロバージョンをどうぞってことなのかな。多分ね。亜鉛合金のフェイスプレートとレジンを組み合わせたボディ、そしてデザインは今までの CRA を踏襲。片側 4.3g とかなり軽め。音漏れは多少ありますが気にしなくてもいいレベル。超薄型 DLC 振動板を搭載したのが CRA プロの特徴だね。これまでの CRA は DLC じゃなかったんですね。以前から薄型ドライバーではあったようだけど、その他の技術的特徴は上の情報を参考にしてね。CRA プロは従来の CRA に比べ低域を少し絞ってきてる。 CRA オリジナルは個体差だと思うんだけど、実際聞いてみるとここまで低域が強くは感じないので、実質低域が一番パワフルなのは CRA プラス。プロとプラスのここの差は大きいってことだ。中高域以上は CRA プラスが一番明るくちょっと刺さる感じだった。一方 CRA オリジナルはこの帯域の情報が比較でもわかる通り少なめなのが当然音にも出ている。トータルで CRA プロは CRA プラスをベースに低域を絞り高域を刺さらず繊細にした印象なので、 CRA プラスを気に入っている人にとっては少し物足りなく感じるかもしれない。全体の明るさは CRA らしいな。CRA オリジナル CRA プラスは今でも販売しているので、これから買おうと思っている人はこれらの特徴を参考に選んでもらえればと。 CRA オリジナル CRA プラスともに過去動画があるので気になったら見てみてね。次は ZVX Pro だね。そうだね。これは事前に送りますって連絡あったやつ。 ZVX オリジナルは2年前の2023年にレビューしてる。オール金属ボディで重めなんだけど、 ZVX オリジナルは KZ の 1DD モデルの中で個人的に結構お気に入りなモデル。なんで？重いから？そんな単純な理由じゃないでしょ。まあね。でも重くてどっしりした金属ボディはレジンの軽いボディより安心感あるんで、お気に入りの理由の一つではあるよ。ってことはその他の理由もあるってことだよね。そう、チューニングが自分に合ってたってことだね。さっき ZVX を聞いてみて改めて思った。そうなんですね。ではまず特徴から見てみましょう。 ZVX Pro はオールメタルハウジングで2000円台とは思えない質感です。片側 11.4g と結構重め。フェイスプレートのスリットからの音漏れは多少ありますね。オリジナルはマットな感じ、プロはつるんと光沢感があるのが違いです。プロのカラー設定はブラックなので、デザインはオリジナル、プロどちらも同じです。精密な磁気回路設計と最適化された構造を持つ内置型ダイナミックドライバーは高感度と低歪みを実現。ダイナミックドライバーの重要なパラメーターである磁気ギャップサイズを最小化することでサウンド伝送時の干渉や信号ロスを大幅に低減。 KZ 開発チームは長年の構造改良により磁気ギャップを約 0.1mm まで低減。さらに大型マグネットより太いボイスコイル系により力強いサウンドで圧倒的な聴感性能を実現。感度の向上、加藤音を飛躍的に向上させます。とまあ KZ のウェブの要約だけどなんか良さそうだね。オリジナルとプロの比較はこんな感じ。それほど大きくは違わないんだね。まあね。でもプロの改造感は確実に上がってるよ。5から7キロ、10キロ以上の出方の違いは聞いてすぐわかる。オリジナルでも満足できる出方なので、これは好みが分かれるところだね。プロバージョンって言うと低域強化っていうイメージがあるんですが、 CRA プロを含めそうじゃないんですね。確かに ZVX プロは高域を上げた分低域を少し絞った聞こえ方になってる。 EQ を使わず曲やアルバムによってオリジナルとプロで高域の調整ができるのはいいね。 ZVX オリジナルは発売が2023年の早い時期だったけど、この頃から KZ って低域をあまり強調せずバランス重視のモデルが増えてきていて、その後発売される KZ のエントリーモデルは ZVX のチューニングがベースになっているような傾向に思えた。その分個性的なチューニングのモデルが減った気はするけど、それが KZ のマーケティングの結果なのかななんて思うわ。CRA プロとの比較も見てみたいな。
そうだった。これね。ベースは似た感じなんですね。そうだね。でも3キロぐらいまでの広範囲にわたるレベルの違い、ここまでは ZVX Pro の方が出てるのと、4キロ以降は逆に CRA Pro の方が出てるんで、実際聞いてみると CRA Pro は軽めで広域の抜けがいい。刺さる感じもあるにはあるけどね。ZVX Pro はオリジナルに比べ5キロ以降を出し改造感を上げているけど、CRA Pro はそれを上回ってる。ということは ZVX Pro で広域が足らないと思う人は CRA Pro を試してみるのもありってことだね。そうだね。個人的には CRA プラスが高低ともに一番インパクトあったんで CRA プラスっていうチョイスもあり、バランスと安定感なら ZVX オリジナル、そこに改造感をプラスした ZVX プロといった感じになるね。どれを選んでも1000円台から2000円台で買えるんで、あとは外観と音質の傾向で好きなモデルを選ぶだけですね。でもこれから買うならやっぱり新しい方がいいかな。確かに2年ぐらい経つとベースとなる性能も変わるからね。はい。ということで KZ と CCA のエントリークラス CRA プロと ZVX プロのプチレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。